ふむ。腕が鳴るな。ミンミンの出番なのだ。あわ、シュリちゃん、兵糧とか軍資金とかどれぐらい用意できそう？出陣する兵数が決定してないからわからないけど、そんなに多くは用意できないかも。実はですね、連合に参加するにしても、お城にある兵糧の備蓄と軍資金の方が少し足りないかもしれないんです。そうなの？はい。この地に赴任して日が浅く、練習を得るためのしっかりとした組織を構築することができていませんから。それは難儀な問題だな。お腹減ってたら戦えないもんな。だが連合結成に遅れるわけにはいかんだろう。なんとかならんか、軍師殿。なんとかですか。そうだね。あれしか方法はなさそうかな。あれですか。あれは結構恥ずかしいのだ。ちょっとかっこ悪いよね、あれ。でも仕方ないよ。あれをするしか。あれ？あれとは一体何なのです、主。なるほど。それはなかなか良い案ですな。何？政はご主人様の案に何も思うところがないのか？なんだ、お主はあるのか？他人のものを当てにするのは私の矜持には合わないというか。ご飯とかをちゃんと持っていけないのは貧乏だなーって感じて、なんだか切なくなってくるのだ。二人の気持ちはわかるけど、でも貧乏なのは事実だし、今は仕方ないよ。東花様のおっしゃる通り、我らは矜持のために戦っているのではない。民草の暮らしのために戦っているのだからな。それは分かってはいるが。はい、確かにご主人様のおっしゃる通りです。どうにも私はメンツというものにこだわりすぎなようですね。
御意。了解なのだ。御意です。ねえねえご主人様、私は適材適所？私の適所ってどこだろう。当家様とご主人様は共に我らの御旗。匙は我らに任せ、どっしりと構えていてくださればよいのです。そうそう、お姉ちゃんとお兄ちゃんがいるからリンリンたちは頑張れるのだ。人は御旗の下でこそ一つになれる。だが御旗となりうる人物はそういないのだから、当家様はご自慢の乳房通りに胸を張っていればよい。どうせ無駄に大きいですよーだ。ご主人様。ほう、主もなかなか言いますな。ぺたんこの立場はリンリンだっていつかおっぱい大きくなるもんね。いいだ。ご主人様ってばすっげーべー。どのあたりが冗談なんだか。今さら言い繕っても意味ないです。主の気の多さを考えれば発言が桃色に感じるのもせんなきことかと。この場合、人徳じゃなくて気遣いが足りないんだと思います。まあ首里やひなりなどは将来有望だから気にするな。なんだと？じゃあリンリンはおっぱい大きくならないっていうのか？いやいや、リンリンならば胸を大きくしない方が逆に魅力的だと思うのだ。どうかな、主。何を二人してバカなことを。もういい。リンリン、二人で準備に行くぞ。おっぱい大きくなくてもありなのか。つまらんことを言ってないで早く来い。痛い痛い。アイシャ、耳を引っ張るのは反則なのだ。ひなりちゃん、私たちも準備に行こっか。さっきのはご主人様が悪いよ。主もまだまだ英雄には程遠いと、そういうことですな。どういうこと？オスとして俊英だからこそ英雄という。警棒の統率は主の仕事。しっかり愛を与えてやればそれだけで女は満足するものです。言い換えれば愛者たちを満足させてやれていない主はまだまだ英雄には程遠いかと。
けどせいちゃんの言うことも一理あるかな。ご主人様、気が多いのはいいけどちゃんと平等に愛さないとだよ。主は複数の女性を愛したことはないので？しかし一人しか女性を愛せない甲斐性なしが民草すべてを愛することなどできはしない。ならば多くの女性と恋をするのも英雄の仕事ではないかな。いろいろ複雑だけどそういうものなのかもしれないね。魚食しろとは言ってないのですから、我らに気兼ねなく思うようにすればよいのです。ただみんなを平等に愛してね、ご主人様。